今、世界中の SNS で日本の高校生活の動画が大きな話題になっているのをご存知でしょうか。ただの日常風景だと思ったら大間違いです。実はほとんどの人が知らない日本の学校文化の秘密がこの現象の裏側にあるんです。なぜ世界中の若者たちが日本の高校生活の動画を見て涙を流すのでしょうか。これ本当に現実なの？映画のワンシーンじゃないの？桜の木の下を制服で歩いて、放課後に友達とコンビニに寄って文化祭の準備をする。これが普通の高校生活なんて夢みたいだよ。動画を見て気づいたら泣いてた。自分の国に帰りたくない。もう一度10歳に戻って日本の高校に通いたい。こんなに美しい青春があるなんて知らなかった。アニメで見た光景がそのまま現実にあるって気づいた瞬間、鳥肌が立った。黒板の色、机の並び方、靴箱、廊下、全部アニメと同じだ。日本の高校は青春そのものなんだ。そうなんです。この驚きの背景には日本独自の教育システムと150年以上の学校文化の歴史が隠されているんです。では実際に世界の人たちは日本の高校生活をどう見ているのか、詳しく見ていきましょう。アメリカの高校は正直言って戦場みたいな場所だった。銃乱射の訓練があって、いじめが激しくて、放課後はすぐ帰らないと危ない。でも TIKTOK で日本の高校生が夜9時に制服で友達と歩いてる動画を見てショックを受けた。調べたら日本の犯罪率が世界最低レベルだって知った。この安全な青春って概念、アメリカにはないんだ。最初はアニメの影響でしょって思ってた。でも留学生の動画を見続けて、これが現実だって気づいた時、信じられなかった。生徒が自分で教室を掃除する。トイレも廊下も全部生徒がきれいにする。この文化の深さに気づいて、日本の教育に対する見方が完全に変わった。ただの掃除じゃない。これは責任感を育てる教育なんだって理解した。文化祭の動画を見てパニックになった。何この一体感、何このクオリティ。フランスの学校ではこんなイベントないよ。みんなでダンスを練習して出展を作ってクラス全員で準備する。このみんなで作り上げるっていう文化、フランスにはない。正直最初は嫉妬だった。なんで日本だけこんなに完璧な高校生活があるのって。ブラジルでは放課後なんて概念がない。学校が終わったらすぐ帰る。でも日本では部活があって、文化祭があって、体育祭があって、毎日が何かのイベント。この充実した日常がどれだけ特別か、日本の高校生は気づいてないかもしれない。制服を見た瞬間、恋に落ちた。セーラー服、ブレザー、リボン。なんでこんなに可愛いの？インドの制服はただの白いシャツと青いスカート。機能的だけど美しくない。日本の制服は芸術作品みたい。四季に合わせて変わるし、デザインも学校ごとに違う。この美意識が日常に溶け込んでるって本当にすごい。部活の動画を見て混乱した。これボランティアって思った。ドイツでは放課後のスポーツは有料のクラブでやるもの。でも日本では学校で毎日無料で、しかもプロ並みのレベルで練習できる。しかも先輩後輩の関係があって、技術だけじゃなく人間関係も学べる。この第二の家族みたいな部活文化、ドイツにはない。このように世界中の若者たちが日本の高校生活に憧れています。実は2023年に日本の高校生活というハッシュタグの動画は TIKTOK で累計50億回以上再生されました。これは前年比で 300% 増加という驚異的な数字です。つまり世界中の若者が日本の高校生活を理想の青春として見ているんですね。ではなぜ日本の高校生活がこれほどまでに世界中で憧れられているのでしょうか。実は理由は3つあります。1つ目は学校イベント文化です。文化祭、体育祭、修学旅行など学校全体で楽しむイベントが年間を通じて組まれています。例えば文化祭ではクラス全員で出展を作り、演劇を準備し、何ヶ月もかけて完成させます。ここでのポイントは、これが成績に関係ないのにみんなが全力で取り組むということなんです。データを見ると
日本の高校では年間平均15回以上の学校行事があります。これは世界の平均5回と比べて3倍以上も多い数字です。この行事を通じて生徒たちは一緒に何かを作り上げる喜びを学びます。この文化がクラスの一体感と一生の思い出を生んでいるんです。この行事文化の話を聞いて納得した。フランスでは学校は勉強する場所だけ、楽しむ場所じゃない。でも日本では学校が青春の舞台になってる。この違いは教育哲学の違いだったんだ。2つ目は部活動文化です。実はこの部活文化の歴史は明治時代1872年に遡ります。当時日本は西洋の教育制度を取り入れる中で心身ともに鍛えるという武士道の精神を学校教育に組み込みました。現在では 95% 以上の中高生が部活に所属しています。画期的だったのがこの部活が無料で毎日できることです。これによって経済状況に関係なく全ての生徒が才能を伸ばせる環境が整いました。この150年以上の積み重ねが部活を第二の家族のような存在にしています。先輩後輩の関係、チームワーク、忍耐力、これら全てを部活で学べるんです。150年も続けてきたの。この継続性本当にすごい。ドイツではスポーツは個人で有料クラブに入るもの。でも日本は学校が全てを提供してくれる。このみんなに機会を与えるという姿勢、世界が学ぶべきだと思う。そして3つ目は安全文化と自由です。安全文化とは社会全体が子どもを守り安心して活動できる環境を作る日本独自の価値観ということです。例えば高校生が夜9時に制服で友達と歩いても危険を感じません。これは単なる治安の良さじゃありません。日本人の他人に迷惑をかけない、弱者を守るという価値観そのものなんです。実際日本の重大の犯罪被害率は人口10万人あたり年間12件と世界の平均180件以上と比べて15分の1という驚異的な低さです。日本の治安ランキングは世界第3位とされています。だからこそ親も安心して子供を外出させられるんですね。この安全文化の話を聞いて涙が出た。アメリカでは夜に外を歩くのは自殺行為。でも日本では安全が当たり前。この違いは社会全体の価値観の違いだったんだ。この3つの理由、豊かな行事文化、150年の部活伝統、そして安全と自由、これらが組み合わさって日本の高校生活の魅力が生まれているんです。実は日本の学校行事文化の起源をたどると非常に興味深い物語があるんです。1872年、明治維新直後に日本政府が西洋の学校制度を導入しました。しかし、ただ真似するのではなく、日本独自の和の精神を組み込んだんです。当初は運動会だけでしたが、1920年代に文化祭が始まり、1950年代には修学旅行が普及しました。特に画期的だったのが、これらの行事を教育の一環として位置づけたことです。この150年という歳月をかけて磨き上げられてきた文化、それが今世界中で評価されているんですね。こういう歴史を知るとただのイベントじゃないってわかるよね。日本人は150年かけて学校を人生の舞台に作り上げた。イギリスでは学校は知識を詰め込む場所。でも日本は人間を育てる場所。この哲学の違い、本当に深い。実は1990年代、日本の教育界で大きな議論がありました。学校行事は時間の無駄ではないかと。実際行事を減らす学校も出てきました。でも失敗しました。行事を減らした学校では不登校率が上がり、いじめが増え、学力も下がったんです。つまり行事こそが学校を楽しい場所にし、生徒のモチベーションを保っていたんですね。この発見が今の日本の教育方針を支えているんです。さらに掃除文化も驚くほど深い意味があるんです。日本では生徒が毎日教室、トイレ、廊下を掃除します。これは単なる節約じゃありません。実は3つの教育目的があります。1つ目は自分が使う場所は自分できれいにするという責任感。2つ目はきれいにした場所は汚さないという公共心。3つ目は掃除を通じて謙虚さを学ぶ
という人格形成です。実際、日本の学校のトイレは生徒が掃除するのに世界で最も清潔だと評価されています。日本の高校生活は単なる学校生活じゃありません。これは日本の精神そのものであり、さらには普遍的な知恵を私たちに教えてくれる存在なんです。まず一つ目が協調性の精神です。協調性とは個人よりも集団の調和を大切にする日本独自の価値観ということ。日本の高校生活において、これは文化祭でクラス全員が協力する、部活で先輩後輩が支え合うとして現れています。例えば文化祭では誰も一人では何もできません。みんなで役割を分担し、助け合い、一つの作品を作り上げます。たとえ意見が対立しても、最終的にはクラスのためにという共通の目標で一つになる。この姿勢が日本の高校生活の核心なんです。2つ目が努力の精神です。これは結果よりもプロセスを大切にする日本独自の価値観です。日本の高校生活では部活で毎日練習する、文化祭で何ヶ月も準備するとして見ることができます。例えば部活では試合に勝つことよりも毎日の練習で成長することが重視されます。たとえ負けても努力したプロセスが評価される。この姿勢が諦めない心と謙虚さを育てているんです。つまり日本の高校生活から私たちが学べることは、協調性は個人を犠牲にするのではなく、個人を成長させるものだということ。努力は結果に関係なく人生を豊かにするということ。そして安全と自由は社会全体の価値観から生まれるということ。これらは日本だけでなく世界中のどこでも通用する普遍的な知恵なんです。日本の高校生活、それは150年以上の教育の積み重ねであり、和の精神と努力の文化の体現であり、そして安全と自由を大切にする社会の繁栄なんです。これこそ世界に誇れる日本の宝物です。世界中の若者が憧れる理由、それは日本の高校生活が理想の青春を形にしたものだからなんですね。あなたも日本の高校生活について思い出や憧れはありませんか？よければコメント欄で教えてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そして通知もオンにしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。